シャンクスが深海契約の秘密を激白。ロキ、父殺しの真相がついに判明。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1169話情報が公開されました。タイトルは一刻も早く死なねばです。関東カラー、黒いスーツを着たロックス海賊団。表紙には14人のロックス海賊団のメンバーが登場。虎を撫でているロックス、ニューゲート、リンリン、カイドウ、シキ、ステューシー、グロリオーサ、シュトロイゼン、ジョン、マーロン、オーチョク、ガンズイ、バーベル、そして今日。第1152話の続きの場面としてギャバンの家でギャバンとシャンクスが話している。ギャバンはガープに会ってロジャーに息子がいたことを知ったとシャンクスに説明した。そして今ギャバンはその情報をシャンクスに伝えた。へえ、じゃあ船長の息子は俺の弟みたいなもんか。ああ、お前とバギーが俺たちの息子であるようにな。アウルスト城へ場面転換。ハラルドは自ら動き出し、鎖で柱に縛り付けようとした巨人の衛兵を殺害した。ハラルドはイムの支配が身体だけでなく、間もなく精神や思考までもイムの意志に従って変えられてしまうことを感じ取っていた。ハラルドは巨人の衛兵全員に自分を殺すよう命じた。その後、衛兵たちがハラルドを指している最中にロキとヤルルが玉座の間に入ってきたが、これは第1152話と同じシーンである。しかしハラルドは再生し、衛兵たちを殺し始め、凄まじい覇気を放った。ギャバンの家に戻る。シャンクスは左腕のマークをギャバンに見せながら、契約がどのように機能するかを説明した。俺とハラルドは聖地にいる大いなるものと呼ばれる存在と千回契約を結んだんだ。だが、この千回契約だけであっても、彼らの能力の範囲内にいれば、その命令に逆らうことは不可能だ。なんて奇妙な力だ。シャンクスはマリージョアから離れた場所に一緒にいたとき、ハラルドに正体を明かしたため、二人は友人になったとギャバンに説明した。ハラルドがシャンクスに、やっぱりな。お前、赤髪海賊団のものだろうと言っている瞬間のコマが見える。シャンクスによれば、ハラルドは自分が神の騎士団に入れば、エルバフもついに世界政府に加盟できると信じていたという。しかし、それはハラルドがより上位の契約を結ばなければならないことも意味していた。それは厄介なのか？その新しい契約を結ぶことで、神の騎士団は超人的な力と不死の肉体を手に入れる。さらに、長距離を移動するためのアビスを生成する力も与えられる。その代償として、大いなる者の声は世界の果てまで彼らを追いかける。どこにいようと彼らは命令に逆らうことができなくなる。ハラルドはもう彼らにノーとは言えない。そしてあの強欲な連中が約束を守るとは到底思えないがな。突然シャンクスとギャバンはアウルスト城から恐ろしい覇気を感じ取った。玉座の間ではロキとヤルルがハラルドを床に押さえつけていた。ハラルドはロキ、ヤルル、そして巨人の衛兵たちに対し、自分はずっと世界政府のために汚れ仕事をしていたが、今はイムに騙されたのだと告白した。ハラルドはヤルルに伝説の悪魔の実をロキに渡すよう命じた。イムのパワーアップを受けた自分を倒せるのはロキでも無理だと考えたからだ。そしてハラルドは泣きながら息子に語りかけた。私は一刻も早く死ななければならない。やれ、そして玉座に座るんだ、ロキ。その後、民衆に私がどれほど愚かな王だったかを伝えろ。私の死を利用してお前の名声を築くんだ。死んだ後に何と言われようと構わん。最も重要なのはエルバフの未来だ。わかるだろう？父上、言葉も出ねえ。頼む、ロキ。私が頼れるのはお前だけなんだ。すべてをロキに託した後、イムの影響力が増大し、ハラルドの精神は完全に変化してしまった。ハラルドは怪物に変身したわけではなく、単にイムがハラルドの肉体の支配権を完全に奪っただけである。圧巻の見開きページで、ハラルドは巨人の衛兵全員を殺し始めた。ハラルドは城内に犯罪者がいるとして、玉座の間の外にいる衛兵に全ての扉を直ちに封鎖するよう命じた。一人の巨人兵がハラルドの首を刺したが、彼はすぐに再生した。貴様よくも。もう我々のハラルド王ではない。バカなことを言うな。私は依然としてハラルドだ。だが今は大いなる者の忠実な下僕、誰も生かしてはおかん。この城で起きていることは一言たりとも外には漏らさん。ロキは宝物庫へと走った。ハラルドは自分が伝説の悪魔の実を食べる者となり、エルバフをイムに差し出すと言い放った。
ヤルルはハラルドがあの悪魔の実を食べれば世界が終わると言い、彼を止めようと攻撃した。その時、ヤルルは頭を刺された。シャンクスとギャバンがアウルスト城に到着し、ハラルドを攻撃した。しかし、またしてもハラルドは即座に再生した。シャンクス、私のこの不死の体は素晴らしいぞ。生物としての優越性を感じる。クソ、命令を取り消す方法はないのか。この話の終わりにロキが宝物庫に到着した。彼は鎖を解き、扉を開けた。中には果実が入った宝箱と、その後ろにハンマー、テトライが見えた。しかし何かがおかしい。テトライがわずかに動いているように見える。これがエルバフに伝わる禁断の悪魔の実。テトライが勝手に動き出し、ロキを攻撃したところでこの話が終わる。ロキはかろうじて攻撃をかわした。ゲゲゲゲ。うわぁ。誰だ。イムが契約を結ぶ目的は器を選ぶためなのか。これら3つの契約を結んだ後、一体どんな能力を得られるのか。不老不死の究極の存在になりたければ、どんな対価を払わなければならないのか。ゴッドバレー回想編が終わったばかりだが、ハラルドの死がまた新章の幕を開けた。第1167話の最大の注目点は、五老星が言及した3つの契約、アサミ、深海、そして心身味だ。異なる契約は異なる能力に対応し、不死身さえも得られる。しかし、運命の贈り物にはすでに裏で値札が付けられている。ましてやイムからの授かり物ならなおさらだ。漫画ではまだ詳細に説明されていないが、細部から推測することはできる。深海契約の契約者、神の騎士団の一部、ハラルド。深海契約を結ぶと自身の強さが向上し、五芒星を通じて遠距離転移ができるだけでなく、不死身、つまり無限再生の能力も得られる。その代償はイムの命令に逆らえないことだ。思考では拒絶していても、体は制御不能になりイムの指令を実行してしまう。注目すべきは、不死身はパッシブスキルのようで、体が損傷すると自動的に修復される点だ。だがこの能力も無敵ではなく、ギャバンの分析によれば、覇王色の破棄こそが攻略の鍵となる。心身未契約の契約者、五老星、ソマーズ星、そして軍子。この契約を結んだ者は、深海契約の全能力に加え、真の究極の存在となり、不老不死を実現できる。代償については、彼らがイムの器となり、いつでも憑依される可能性があること、そして能力が回収されれば即死することだと推測される。能力だけ見れば、不死の特性は深海契約と似ているが、不老は心身未契約特有の効果だ。サターン星、軍子、ガーリング星の38年前、15年前、そして現在の容姿の変化を比べれば、明らかな違いが見て取れる。五老星はイムの最も忠実な僕であり、この契約を結ぶのは合理的だ。ソマーズ星も心身未契約を結んでいる可能性が高い。腕の刻印がアサミや深海の契約とは異なり、容姿も時間とともに変化していることから、契約が後にアップグレードされたことを示唆している。アップグレードの理由として、彼も軍子と同様、イムに選ばれた予備の器だったのかもしれない。しかし、現在イムはビビに目をつけているようで、これらの器は間もなく淘汰されるかもしれない。アサミ契約の契約者、神の獣人とシャンクス。アサミ契約を結べば神の獣人となり、神との微弱なつながりを得られる。このつながりは不死身を与えるわけでもなく、力を増強させるわけでもないようだ。唯一可能なのは五芒星を使った遠距離転移だろう。以前キリンガム星がマークのねえやつは五芒星を通れねえと指摘していたが、彼はマークがあることだけを強調しており、深海契約のマークでなければならないとは限定していなかった。その分、代償も比較的軽微なはずだ。例えばシャンクスは契約後、フィッシャータイガーの脱獄を助けたり、ニカの実を奪ったりしたが、明らかな反動は見られていない。では、これら3つの契約は果たして力の贈り物なのか、それとも悪魔の取引なのか？そして、イムはなぜ器を選び続けているのだろうか？以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。